から税を集める。役人が監督して内政と生産を加速する。同じ時代のランドマークを2つ揃え、王朝を発動する。王朝が新しい建物と兵を戦場へ送り出す。これが中国です。初期のレガシーでも金王朝でもありません。現行パッチの上位5試合では5試合全てが管理委員で領主へ進みました。ただし中国はランドマークを1つ立てて終わる文明ではありません。次の分へ資源を回すか、2つ目を立てて王朝を取るか、この投資の順番が中国を分かりやすくも難しくもします。最初に3つの文明を挙げます。今回の中国は識率値がチャイニーズ、データコードが CH です。初期のレガシーとは帝国の役人、税と監督、諸葛と兵、宮廷警護兵、一家法などを共有します。しかし6つのランドマークと王朝効果は別です。少林僧、元の襲撃兵、この一兵、初期の6ランドマークはこの動画の中国にはありません。金王朝とも一部の通常兵や経済建物は共有します。しかし起乗した村人、施設、諜報国、草原、鉄塔、焦土は金王朝の要素です。中国の固有ランドマークは管理院、太陽の楼門、皇帝の宮殿、水運儀書台、長女館、皇帝医療、この6つと中国版のと宋、元、明を基準に進めます。中国の全体像は4つです。1つ目は Z 監督、2つ目は村人の早い建設、防御建物は 50%、その他の建物は 100% 早く建てます。3つ目は暗黒から得ている科学と防御建物の縦断です。4つ目は同じ時代の両ランドマークで発動する王朝です。最初は東王朝で石膏の主体が 30% 広く村を建てられます。ここで大事なのは時代進化と王朝進化を同じものだと思わないことです。ランドマーク1つで次の時代へ進む。残った同時代のランドマークも建てると対応する王朝が始まる。まず必要な時代と分を確保し余力を王朝へ回します。帝国の役人は暗黒から使える非戦闘の支援ユニットです。一体に食料100、勤務10、育成20両。仕事は2つあります。1つはユニット生産、技術研究、資源納品で建物に溜まった税を回収すること。もう1つは建物を監督することです。研究施設と軍事施設では生産速度を 150% 高めます。経済建物では村人が納品する資源を 20% 増やします。ただし1人の役人が税回収と複数施設の常時監督を同時にはできません。序盤は進化に必要な食料や金を監督する。軍を急ぐ時間は兵舎や弓育成所を監督する。税がまとまったら回収へ動かす。役人を増やす前に今いる1人へどの仕事をさせるか決めます。管理委員を選ぶと周囲の建物が生む税は2倍になり役人も 30% 安くなります。だから管理委員の位置は見た目ではなく何棟を影響範囲へ収めるかで決めます。総王朝は村人を 33% 早く生産します。さらに国葬と諸葛と兵を解禁します。国葬は周囲の畑で働く村人の採集速度を 10% 上げ最大3棟まで建てられます。効果は重なるので畑をどこへ増やすか決めてから置きます。元王朝は村人、役人、軍事ユニットの移動速度を 15% 上げます。ここでパオダと仮想兵が解禁されます。パゴダへ生物を入れると60秒ごとに金100、食料62、木62、石25を生みます。こちらも最大3棟です。明王朝は軍事ユニットの体力を 15% 上げ敵弾兵を解禁します。村は唐から使え人口上限を40増やし最大3棟です。覚え方は宋が村人生産と国葬と諸葛と兵、元の移動速度とパゴダと仮想兵、みんな軍の体力と敵弾兵です。固有兵は王朝名より倒せる相手で覚えます。諸葛と兵は領主から使える軽装遠隔歩兵です。食料30、木30、金20で育成は15秒。一度に複数の矢を連射し装甲の水槍兵や弓兵手数を押し付けます。槍兵と弓兵が同じ場所へ集まる盤面ほど連射の手数をまとめて押し付けられます。反対に遠隔装甲の高い相手は一発ほどの低い攻撃が通りにくくなります。騎乗兵に距離を詰められるのも苦手です。射程差で一方的に撃たれるなら前を追わず騎乗兵や工場兵器へ役割を渡します。敵が結装を並べたら諸葛と兵、重装兵や騎乗兵が主力なら別の答えを先に用意します。宮廷警護兵は上司から使える10近接歩兵です。食料90、金25で育成は 20.5 秒。通常の分秒より早い代わりに装甲は低めです。逃げる遠隔兵を追い資源地を荒らし戦う場所を変える速さがあります。正面の重装甲板ではなく敵の遠隔列の側面へ回る進路を作ります。ただし騎士、ランサー、土兵との正面交換は苦手です。追撃で前で過ぎたらやり合いし弓の待つ本体へ戻る前に引きます。足の速さは耐えるためではなく有利な場所へ先に着くために使います。仮想兵は元王朝で解禁される上司の決起兵です。食料120、木20、金20で育成は 22.5 両。突撃が小さな範囲へ爆発し建物と工場兵器への襲撃を得意とします。近接戦に残る兵ではありません。突撃を当てたら抜け別の建物や工場兵器へ向かいます。突
の場で殴り続けず、次の突撃距離を取り直します。上層兵が持っている正面に入れず、広い視体と機動力で入り口を変えます。一火砲は女子の排砲上兵器です。気山脈、金山脈、育成40秒。ロケットの戦車で固まった敵へ範囲ダメージを重ねます。橋や狭い通路を前衛同士が止まる場所なら戦車を複数当てやすくなります。移動が遅く囲まれると弱いため、前衛の後ろから当てる時間を作ります。水運儀初代から生産すれば耐久が 50% 増えます。敵弾兵は明王朝で解禁される帝王の軽装化や歩兵です。食料100、気60、金60、育成30秒。手榴弾を投げ小さな範囲へダメージを与えます。前衛で足を止め複数の敵が投擲範囲へ入る時間を作ります。単体への火力と移動速度は弱点です。敵が中なら追い回さず通常の射撃兵や騎兵資源を戻します。3兵士とも正面から強い順に並べる兵ではありません。仮想兵は突撃と襲撃の入り口、一火砲は敵が密集する視線、敵弾兵は複数当たる距離。攻撃する前にその形を作ります。量子進化は管理員と太陽の楼門です。管理員は周囲の建物が生む税を 100% 増やします。役人を 30% 安く作れ、税の納品先にもなります。安全な内設置へ軍事施設と経済施設を集め、監督と税を長く回す選択です。太陽の楼門は長射程の銃撃を行い、駐留すると追加射撃を出します。不可視の森も見通せるため、露出した金、狭い入り口、前取りたい資源を守る選択です。上位5試合では、最初の進化は管理員が5試合滑るでした。これは今回の標本の共通型であって、太陽の楼門が弱いという意味ではありません。経済を安全に集約できるなら管理員、守らなければ失う資源や通路があるなら太陽の楼門、そして2棟目まで完成すると総王朝になり、村人生産、国葬、諸葛と兵が1組で加わります。上司進化は皇帝の宮殿と水運儀正代です。皇帝の宮殿は28マスの広い視界を持ちます。能力を使うと敵の労働者の位置を15両半確認できます。敵の資源移動を見て9手警護兵や武装兵の襲撃先を選びたい時に会えます。水運儀正代は工場兵器工房として働きます。ここから出す工場兵器は体力が 50% 増えます。一火砲を中心に正面線を作るとき、工場兵器を一撃長く残したいと負の選択です。情報を使って戦場を広げるなら皇帝の宮殿、耐久の高い工場兵器で正面を押すなら水運儀正代です。2棟揃えると電王朝になり、全体の移動速度、アゴダ、仮想兵が加わります。帝王進化は頂上艦と皇帝医療です。頂上艦は石壁の上に投げ立てられ、一火砲の防御陣地を持ちます。壁上のユニットには射撃ダメージ 25% 増を与えます。戦線が狭く石壁で守る位置が明確な時に価値が出ます。皇帝医療では王朝技術を半額、さらに 150% 早く研究できます。王朝ユニットが倒されると周囲の味方へ10秒間攻撃速度と体力の強化も与えます。石壁上の遠隔火力で場所を守るなら頂上艦、王朝技術と王朝兵を回し軍を刺激するなら皇帝医療です。2棟目まで完成すると民王朝になり、軍事ユニットの体力 15% 増と敵弾兵が加わります。現行パッチ11308の公開試合から5選手5試合を分析しました。ドライアラビアにゴージにカーメルイッチ、勝敗は4勝1敗ですが勝率や勝因には使えません。序盤10分の共通時系列だけを見ます。5試合全てが管理員で領主へ進み、中央値は3分27秒でした。厩舎は5試合全て中央値5分4秒、村も5試合全て中央値5分27秒です。石膏追加とプロの石膏は4試合で、プロの石膏の中央値は5分50秒。ここまでが今回の標本で見えた共通角です。分は分かれました。弓兵と長装兵器は4試合、騎乗兵は3試合です。上手へ進んだのは2試合だけでした。つまり固定するのは管理員、厩舎、村、石膏投資を検討する順番まで、騎乗兵、弓、槍のどれを足すかは敵を見て決めます。1つ目、帝国の役人を選択し今の仕事を確認します。進化資源の監督か、軍の高速生産か、税回収か、仕事のない役人を減らすだけで中国の内政は安定します。2つ目、時代進化と王朝を上げます。次の時代の兵が必要なら2つ目のランドマークより先に時代を進めます。王朝ボーナスが今の軍と内政直結する時だけ2棟目投資します。3つ目、敵の走行を見ます。軽装が多いなら諸葛と兵、重装が多いなら諸葛と兵だけを増やしません。4つ目、攻撃の形を作ります。建物と工場兵器へ受ける道があるなら仮想兵、敵が固まるなら一火砲、相手が散ったら高価な範囲兵器を忘れず1を取り直します。5つ目、上位標本の順番をそのまま命令表にしません。管理員、厩舎、村までは共通でもその後の分は分かれました。敵の騎兵には槍、槍には弓や諸葛と兵、遠隔には騎乗兵という答えを先に置きます。中国は選択肢が多い文明です。だからこそ全てを同時に取ろうとすると分が薄くなります。2つ目のランドマークは王朝を開きますが、進化と同じ量の食料と金を使います。その時点で今の分を増やすべき時間なら王朝を遅らせます。
帝国の役人は効率を上げますが、移動中や仕事待ちでは資源を増やしません。監督範囲から村人と生産施設が離れれば強みも分散します。諸葛土兵は重装と騎乗兵が苦手。9.15兵は土兵と重騎兵が苦手。仮想兵は長装兵との近接戦が苦手。一火砲と撃弾兵は接近される前に範囲攻撃を当てる時間が必要です。中国の強さは全部入りではありません。次の一手に必要なぜ王朝、犬種だけを選べることです。まとめます。今代の中国は初期のレガシーでも金王朝でもありません。帝国の役人で税回収と監督を切り替える。一つ目のランドマークで時代へ進み、二つ目を立てる理由があるときに王朝を取る。宋は村人生産、国葬、諸葛土兵。元は移動速度、アホだ、仮想兵。明は軍の体力と敵弾兵です。軽装には諸葛土兵、機動戦には 9.15 兵と仮想兵、密集には一火砲と敵弾兵。上位5試合の共通型は3分27秒の管理委員から厩舎、村、石膏投資へ進むところまででした。その後の分子と王朝は敵を見て決めます。よし、中国はランドマークを全部立てる文明じゃない。2つ目をいつ何のために立てるかを決める文明です。